天空の城ラピュタ、1986年の作品です。まずこの辺りのですね、ジブリの年表っていうのをおさらいしてみたいと思います。ジブリ年表というのをね、もうめんどくさいからね、作っちゃいました。ジブリ年表ですね。一応ですね、重要なポイントだけ、今回話す重要なポイントだけで、本当はいろいろ、ナウシカここで連載始まったとかですね、中断したとかあるんですけども、それ書き加えたやつじゃなくて、今回関係あるやつだけです。78年の4月に未来少年コナンが放映されて、その翌年ですね、79年12月仮城公開。これがね、第1期宮崎評価時代だと思うんですよ。未来少年コナンが NHK で放送されて、残された人々を原作としたやつで26話放送されて、あ、宮崎駿いいじゃんというふうなことで、カリオストの城で、劇場映画の監督デビューしたと。これが第一期宮崎評価ブーム。この時はあくまで業界内だったんですけど、ところがカリオストの城が皆さんもご存知のですね、もう本当に映画の歴史に残るようなですね、不入りでですね、あっという間に宮崎駿は干されてしまうと。で、5年間ぐらい沈黙があって、84年3月、ナウシカ公開。この間、もちろん漫画版のナウシカとかも書いてました。で、86年。これが今回の86年の8月ラピュタ公開。ナウシカからラピュタの間って2年間空いてるんですけども、1回スタッフを全部解散して、もう1回集まったので、間本当に無駄な時間が結構多かったみたいなんですね。で、これなんでこういうふうに、この後ですね、トトロ、ホタルの墓公開って書いてるのかっていうと、実はこのラピュタがですね、高畑勲が、プロデューサーをする最後の作品になったんですね。なので、一応ですね、宮崎高畑がこれで手を、高畑の手を離れたとも言えるんですけども、思想的な違いがはっきり出た。もしくは卒業の時期が来て、もうお互いのプロデュースをやる時代じゃなくなったというのが、このラピュタの後ではっきりしたということですね。で、ラピュタの作り方に関しては高畑さんはいろいろ文句も言ってますし、その後のですね、そのホタルの墓とかですね、思い出ポロポロに関しても宮崎さんは後になっていろいろいやいや、あれはないよね、みたいなことを言い出しているので、やっぱこの思想的に離れ出したのがはっきりしたのがこのラピュタだと思います。で、その後トトロとホタルの墓の公開。今は評価の高いトトロですけれども、このトトロとホタルの墓の2本立ては、やっぱこれ映画館で不入りだったんですね。だから、実はですね、ナウシカこそ、一応そこそこ、興行成績良かったんですけども、ラピュタは割と惨敗とは言わないんですけども、元が取れずに、後になって DVD とかでようやっと、予算取り返せたぐらいの作品なんですね。で、トトロ、ホタルの墓は、全然ダメで、で、89年の魔女の宅急便になってから、いきなりジブリが儲かり出したっていうのはですね、大きい流れだと思ってください。で、いきなり儲かり出したジブリが何をしたのかというと、91年にですね、思い出ポロポロやってしまって、またそれが大赤字になって、でも、この思い出ポロポロの頃からになると、同じ建物の中で宮崎駿と高畑勲が仕事ができなくなって、92年の紅の豚っていうのは別のスタジオ、同じジブリの中でも別スタジオとしてやり始めた。こういう大きい流れになっていると思ってください。だからさ、ではね、また、バイバイ。